回は以前投稿した US ランクを達成した時の育成風景という動画の解説版を作りましたので、今後の育成の参考にしてください。まず因子とサポカ編成は上記の通りで、 US ランクを目指すなら強いサポカを編成することはもちろん、因子でスキルヒントをどれだけ取れるかが重要になります。そのため因子が弱ければまずは因子周回を行いましょう。デビュー前は最も絆が上がる練習を踏んでいきます。頑張りますね。1回目の建設計画は成長率によって変更しますが、今回はスピードとパワーに成長率があるので、成長率がないスタミナと根性に割り振りました。引き続き絆上げを行います。始めましょう。4人以上の絆上げをできる練習がなく、体力がないのでお休みを踏みます。デビュー前はこのような3人以上の絆上げができる練習が何回来るかが重要になってくるので、2人以下の絆上げしか来ない場合は私なら諦めます。3人以上の絆上げができる練習がないので島トレを踏みます。失敗率がありますが、3人の絆上げができ、大絆の釈迦のヒントイベントがあるのでこれは踏みます。ちなみにこの練習内容なら失敗率が 30% までなら踏んでいたと思います。体力が少ないので真っ先に賢さ練習を確認すると3人集まり、タクトの絆上げもできるので賢さを踏みます。次ターンの練習を失敗率 0% で踏みたいので上を選んで体力を回復します。このターンは島トレを踏みましたが、絆ゲージが一番低い釈迦が根性練習におり、かつ雄像が発生しているので、ここでは根性を踏む方が良かったと思います。2回目の建設計画は、前半では1回目で挙げなかった賢さ以外の施設2カ所、後半では海の家以外を挙げます。デビュー前と同じく絆を上げていくので、この場面のように友情1人練習が2人以上の絆上げができるときは絆上げができる練習を優先します。この釈迦の絆上げで全てのサポカの絆上げが終わったので、ここからは強い練習待ちです。練習がどれも微妙で G3 レースもないので、オルフェのヒントがあり、タッカーの絆を上げれるスピード練習を踏みました。今回も練習が弱いので G3 レースに出走します。友情2人が来たので島トレを使いましたが、賢さ練習を踏んでも良かったと思います。サポカが2人いるスタミナ練習を踏みます。準備はちょっと付き合えよ。賢さ練習も悪くないですが、強い SSR 賢さを編成している場合ほぼ監視とするので、3人以上集まっている、もしくは体力を温存したいなどの理由がなければ組みません。このイベントで体力が回復できたので、地味焼きが終わるまではお休みを踏みません。3人集まり体力もあるので根性を踏みます。また根性成長率がない場合、根性をカンストまで伸ばすことができない時があるので、このような強い根性練習をどれだけ踏めるかが重要になります。12月でレースを2連戦するため、このターンは練習を踏んで4連戦にならないように調整します。友情3人や4人練習があれば島トレもしくは練習を踏んでいましたがないので、予定通りレースに出走します。
3回目の建設計画は2-1-2-1のように計画し、順番はカンストまで遠いステータスの施設を前半で選択します。プラスの場合は根性が低くなりやすいので、毎回根性を初めに選択しています。修行ですね。友情3人なので島トレを踏みます。島トレ後は得意率が高くなるので、このように4人以上の友情が発生しますが仕方がありません。スピード練習を踏みます。加減はなし。強い練習がないのでレースに出走します。今回も強い練習がなく、レースに出走すると次回の練習で失敗率が出るので、お休みを踏んで体力を回復します。暖かい使い方はスピード練習も悪くないですが G1 レースがあるのでレースに出走します。友情3人なので島トレをします。友情4人練習はレースよりも優先します。加減はなし。これは強すぎですね。最後の1ターンはお出かけを使います。4回目の建設計画はレベル3の施設2つとレベル2の施設1つの計3つを挙げますが、初めに挙げる施設は現在のステータスがカンストまで最も遠い施設を選びましょう。今回は根性が低かったので根性施設を初めに選んでいます。クラシック期の夏合宿は基本的にステータスが最も上がる練習を踏みます。修行ですね。いや加減はなし。どれ王が見ている。スピード、賢さ練習ともに強いですが、練習を踏むと発展ポイントがかなりたまり、2枚目までの残りポイントが少なくなるので、もらえる発展ポイントが少ないレースに出走します。発展ポイントが0のお出かけで友情3人が来るまでターンをしのぎます。今日は何島トレを踏みます。修行練習内容が普通でレースに出走しても2枚目の島トレ券をもらえるのでレースをします。圧倒的に賢さが強いので賢さを踏みます。修行ですね。今の私プラスは G1 のチャンピオンズカップに適性が合わず出れないのでスタミナ練習をします。ちなみに2枚目の島トレ券はシニア期に持ち越し可能です。
庫の建設計画はレベル5を2つ、レベル3を1つ選ぶのが基本ですが、今回のようにとあるステータスが高い場合はそのステータスの施設レベルを3にしないことがあります。例えば今回はスピードが高いのでその分をパワーの施設に使っています。この期間からはレースに出走しすぎると発展ポイントが足りなくなるので、目標レースを除き4回までに抑えましょう。そのため友情1人などの弱い練習がない限りは練習を優先します。レースに出走します。この場面は普通レースに出走しますが、この時島トレ券を所持していないという勘違いをしており、お出かけの上の選択肢で1枚目の島トレ券を入手しようとしていますが、注意ポップが出たので慌てて下の選択肢を選んでいます。結果的にお出かけで得意率が上がり4人も集まってくれたので良かったですが、集まっていなければ危なかったのでこの育成の反省点です。根性が低いので根性を踏みます。どれ王が見る。練習が弱いのでレースを踏みますが、レースはたまにやる気を上げてくれるので、お出かけを踏む予定がなくやる気を上げたい場合はレースに出てみてもいいかもしれません。2枚目までの残りの発展ポイントが少なくなりますが、スタミナ練習を踏みます。島トレに集まっていないのでお休みを踏みますが、この場面でお出かけを使わなかった理由としては、夏合宿後にやる気ダウンが連続で起こってもいいように2回お出かけを残しておきたいからです。これは完璧すぎです。修行夏合宿はクラシック期同様最もステータスが上がる練習を踏みますが、カンストに近いステータスは他の練習を優先する場合もあります。スタミナよりパワーが強いのでパワーを踏みます。スタミナを踏みます。ちょっと付き合えろ。頑張りますね。どんな加減はなしよ。練習が弱くやる気が好調なので4回目のお出かけを使います。またお出かけ残り2回、島トレ券3枚、目標レースが2個のグラスワンダーで9月を迎えた場合、練習やレースをできる自由なターンが1ターンしかないので、強い練習が来ない限り練習やレースは踏みません。練習が弱すぎるのでレースに出走します。これで自由枠を使ったので残りのターンは5回目のお出かけと3回の島トレを行います。友情3人の島トレではないので5回目のお出かけを使います。以降最速ポップが出るので問答無用で島トレを行いますが、この3回の島トレが強すぎました。修行ですね。ちょっと付き合えよ。夏合宿が終わるまでは上振れ育成程度で US をいけるか微妙でしたが、この3回の島トレで US ランクをほぼ確信しました。修行今の私は良いなの。ご機嫌はいかがですか。
後にここまでステータスが上がると思っていなかったためスキルヒント潰しをしていなかったのですが、意外とヒントが取れていたので良かったです。 URA ファイナルは夏合宿同様ステータスが最も上がる練習を踏みますが、カンスト付近の場合は気をつけましょう。スタミナ、根性、賢さで悩みましたが、根性が最もステータスが上がるので根性を踏みます。どれ今の私は準備そうね。進むべき根性を踏みます。どれなんか力が出てここだそうね。スキルを取得する際は主に蒸気のことを意識しますが、スキルポイントが7000と切れ者になると全てのスキルを取ってもスキルポイントが余る場合がありますので、動画の冒頭でも説明したように因子からどれだけスキルヒントを取れるかが重要になります。ご期待には必ず沿ってみせますとも。これにて解説を終わります。皆さんも育成を頑張ってください。